はい、皆さんこんにちは。地球の模型南條です。今回は塗料について語っていきたいと思います。今日もとっくん来てます。こんにちは。お願いします。お願いします。いやー、もう動画始まって1ヶ月経ちますね。そうですね。いやー、早いもので新年一発目ですね。そうなんですよ。気づいてました。おめでとうございます。いやね、今12月のね上旬だからなんかまだピンとこないんだけど、こうやって動画撮るときにこれ今年初めてだと思って、今年からどうぞよろしくお願いします皆さん。で、じゃあ塗料についてなんですけど、塗料って1種類だけじゃなくって結構種類があります。やっぱりプラモデル作った後はね、やっぱ塗装してかっこよくしたいなっていう人も多いと思うので、それぞれの役割とかも含めて皆さんに紹介できたらなと思っています。早速こんなにいっぱいあるので、うちの店ねすごいでしょ。すごい量ですね、半分ぐらいね塗装屋さんになってるからねで、じゃあ、この溶剤くんにもパッとどけてもらって、はっこうなりました。はい、今ね溶剤消え失せてくれたのでね、これでやってみたいと思います。じゃあまずはラッカー系塗料の紹介をしたいと思います。ラッカー系といったらこのガイアノーツの塗料とか、タミヤさんのラッカーとか、クレオスのラッカー系塗料、フィニッシャーズさんのラッカー系塗料と、大体うちで扱ってるラッカー系塗料はこの4種類で、このラッカー系塗料っていうのがホームセンターにあるラッカー系塗料とちょっとイメージが違って、模型用のなんかラッカー風塗料というか、なんか油性アクリル塗料というか、ちょっと違うんですね。そうちょっとね水になじまないアクリル塗料っていうイメージの方がなんかいいような気がします。好みがあってね、お客さんはもうねこのメーカーしか使わないとか、結構こだわりが強いのも一つ特徴があるかなと。もうね絶対にクレオスしか使わないとか、もうタミヤしか使わない、ガイアノーツしか使わない、もう絶対おられるので、ここはねなかなか面白いと思う。やっぱ自分に合った塗料とかいうのはやっぱあるんだろうなと思います。ただね、ここはその俗に言うと匂いがきつい、なんていうか有機溶剤が含まれてるので、なんかちょっとこう溶剤酔いしちゃったりとか、そういう心配もちょっとあるので、やっぱり使う時は換気とかマスクとかが必要な部類になります。でこれが缶スプレーなんだけど、あれ缶スプレー戻ってきた。缶スプレーもねこうやって何種類かあります。日本で売っている缶スプレーっていうと模型用のだいたいラッカー系塗料です。海外でエナメル系の缶スプレーっていうのは見たことあるんだけど、だいたい日本では缶スプレーっていうとラッカー系っていうイメージがあります。まずこれラッカー系ね。で次、水性アクリル系塗料っていうのがあって、さっき言ったのが油性アクリル系塗料でしょ。そうするとこっちが水性で水にも溶かすことができます。で特に水にと希釈しても大丈夫っていうのはこのクレオスの水性カラーとか、タミヤさんのアクリル。タミヤさんのアクリル塗料ってこれ水に混ぜちゃいけなかった気がするけど、これちょっとじゃあ実験してみましょう。いろいろね混ぜてどうなるかっていうのを。ただなんか筆とかだったら水で水洗いできるっていう。なるほど。でじゃあ塗った後水で落ちちゃうんじゃないのってよく言われるんだけど、これ乾燥してしまったら塗膜はしっかりとするので水に耐性ができます。だから乾くまでは水に馴染むんだけど、乾いたらそうじゃないよっていう感じかな。これはシタデルカラーって言ってイギリス製の塗料で、これは逆に水道水じゃないと混ぜれないっていう、専用の薄め液はないです。これパレホの塗料もこれも海外の塗料なんだけど、これ日本ではボークスっていう大きいお店でしか売ってないんですけど、うちあります。なぜかあります営業かけてます。そうって言っちゃった。全種類は揃えられないんだけど、こういうなんか専用カラーだったら入れてもいいよという許可を得て取っております。これはね褒めてほしいすごーいかっこ棒読みみたいなっていう感じかな。次はエナメル系塗料について説明したいと思います。でエナメル系っていうのはなんかねちょっと匂った灯油っぽいような溶剤がね、なんかそんな匂いがします。このエナメル系っていうのはボディとかこう広い面積に塗るようではなくって、なんかちょっとこう汚し、なんか雨だれとか、なんかほこり汚れとかああいうのに使うので、結構こうやって商品名も
なんか赤サビとか黄サビとかすごいですね。でしょ、すす汚れ用とかね、なんか用途に分かれてることが多いです。だからこの AK さんもそうで、これもここちょっと伝わるかな、こういう汚れの塗装ができますよっていうような。だ特にエナメルはやっぱり汚し系かなと思います。塗膜がちょっと弱いので、なんか爪で引っかくともうなんか剥げちゃったりとか、であとプラスチックに直接塗っちゃうとなんかプラスチックを侵食してなんかボロボロっと崩れたりすることもあるので、なかなかちょっと使い方は注意しないといけない塗料かなと思います。実際ね、これそんなわけないと思ってプラスチックにこう墨入れでこうウイングガンダムの羽わかるあそこのね薄いところにこうスーって流し込んだらね、羽がねペリって取れて、マジっすか？そうそう、なんかね感覚で言うとなんていうかな、奥歯になんかその銀歯詰める前のなんか仮止めのやつあるじゃない、なんか仮に詰めるやつ、あれがなんかたまにこうボロボロって崩れたことないですか？いや、わかんないそういうことがあるわけですね。そうあるわけですね。なんかねちょっとねボロボロって崩れる感じでなんかプラスチックが脆くなります。はい、まあいいやこれもどっちかというとエナメル系に用途は近いんだけど、油絵の具に近い成分でウェザリングカラーっていうのがクレオスさんから出てます。昔洗車系はやっぱ油絵の具でちょっとこう汚し入れたりとかってする人もいたので、まあ、それから製品化してるような感じです。はい、次に紹介したいのがウレタン系塗料って言って、このウレタンっていうと本当に実車の車で塗装してるイメージがあるかなと思うんだけど、やっぱりね車塗装する人はなんかもう本物に近づけたい欲がすごく強いので、ウレタンでクリアしたいっていう人結構車作っとられる方は特に多いかなと思います。でこれ塗膜がすごく強いので耐久性が強いので、1回拭きでかなり綺麗なピカッと光るクリアが得られます。なんていうかちょっとした傷もその乾燥途中だったらなんかリカバリーするみたいな。ただそのどの塗料よりもちょっとやっぱ強いので下の塗料が侵されやすかったりしたりとかするので、かなり上級者向けの塗料になります。それでいうとこのショーアップさんっていうのも最近ウレタン塗料で最近出てきたメーカーさんなんだけど、ほらなんか出てきた。これショーアップさんから2本もらいました。こういうような感じですごく綺麗でしょ。左上のやつすごいですね。これすごいよね。これメッキ塗料でやっぱこれがすごいっていうのでちょっと有名になって、今いろんなお店で置き始めてきている塗料らしいんですけど、これねいち早く地球度導入してますんでね。さすが地球度。さすが地球度。まあね、これ売れるといいな。ね、まあちょっとやっぱ値段がウレタンはするんだけど、かなり満足できる仕上がりになると思います。あとはポリカーボネート用塗料、これが面白くて、普通塗装ってやっぱりその塗膜が厚くてしっかりするから、そのビニールなんかに拭くとこうくしゃってやるとこうパキパキパキって割れちゃう。これって乾燥するとビニールっぽくなるから、なんかそのよれても色が剥げません。これねウレタンじゃないわ、間違えた、ポリカーボネート用塗料で拭いたやつなんだけど、ほら全然こう色がパキってならない。そうですね。まあもっと綺麗なのちゃんと用意するよ。これなんか今手元にたまたまあったから持ってきちゃった。なんかちゃんと片付けないとダメだ。あとはクレオスさんからガンダムマーカーっていうのがあります。これ塗装初心者向けにはすごくいいです。さっき僕がね言ったようにさっき僕言ったっけ、言ってないかもしれない。昔僕模型って言ったらマジックでこれガーって塗ってたんでまあそれの延長線上のそんなマジックで塗るぐらいならこれ使いなさいみたいな、そういうペンでございます。はい、でこれアルコール系塗料って言って、こいつもちょっと癖があるのでまたそれも紹介できたらなと思います。あ、そうなんだ。とりあえず仕分けこんな感じかな。次はこれに合ったそれぞれの溶剤たちを連れてくるので、じゃあまたじゃあまた呼んでくるわ。はいじゃーん。こんな感じですごくない？このラッカーに対するこの手厚い感じ。すごいですね。手厚いです。手厚いでしょ。これはね
やっぱラッカーでちょっとメインで吹く傾向が強いので、日本は海外ってあんまラッカー系塗料を使わない、むしろどっちかというとこのアクリルとかエナメルばっかりなんだけど、日本はちょっとまだラッカー系塗料をよく使っているので、これに対してのサポートの薄め液がめちゃくちゃあります。すごいですね。全然違いますね。全然全然違うよね。ここはまあ分かるじゃん、専用でしょ、でエナメルも各種メーカーに対して一つずつあります。ガイアノーツ、ね、AK さんは AK さんでちゃんとあるんだけど、今はちょっとうちにないけどね、でこれは水でいいって言ってたし、アクリルでしょ、でこれが水性でしょ、でバッっていうね、でウレタンで、このポリカーボネートはやっぱ希釈するもんではないので、さっき言った乾いてビニールになるもんだから、ないよねでそれに対して剥がし液はあります。ただこの剥がし液がそのラッカー系塗料っていうのはシンナーっていうんだけど、この薄め液をシンナーって言ってる薄め液って言ったり、ちょっといろいろ僕も言い方いろいろしちゃうかもしれないけど、全部同じ意味なんだけど、プラスチックをちょっと溶かすことによって食いつきを良くするところがあるので、剥がれるからといって何回も何回もやり直しすると、プラスチックの形があれこんなんだったっけお前みたいなぐらいザラザラになって、なるほど。あんまり過度に信用しない方がいい。これが、その筆とかああいうのを洗うちょっと強めの溶剤になっています。洗い用の？そうツールクリーナーって言って、エアブラシとか筆とか、筆もあんまりちょっと筆も刺激強いような気がするんだけど、一応これでも洗浄できます。でこのラッカー系にこんなに種類があるのはまたちょっと話できたらと思うんだけど、次回以降でね、乾きの速度をこれで変えてます。なるほど。だから夏は乾燥がやっぱ早いし、冬は乾燥が遅いじゃないですか。だからそれを意図的にこういういろんなシンナーの特徴を生かして乾きをわざと遅くしたりで早くしたりとかします。で早くしたり遅くしたりするメリットってあるのっていうのもまた説明できたらなと思います。はい、今日はねこんな感じでちょっと大雑把に仕分けしてみました。次回は、ここら辺の塗料を例えばね、この塗料とこの塗料、この塗料とこの塗料混ぜるとちょっとどういう反応が起きるかっていうのは僕やったことがないので、みんなの前で実験してみたいと思います。はい、じゃあ次回楽しみにしてもらえたらと思います。今日面白いと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。